湯婆婆にもですね、欠点があるんですね。人を好きになりすぎるんですよ。実はね、湯婆婆ね、人情がありすぎて、人を好きになりすぎるのでですね、愛するものを手放せないんですね。例えば、棒っていうですね、赤ちゃんの巨大なやつ、あれはね、わかりやすいんですよ。あれは溺愛してるからだというふうにわかるんですけども、例えばその、白にしてもですね、その千尋にしてもですね、実は割と気に入ってるんですね。セリフでは割とえげつないことを言うんですけどもですね、気に入ってるからですね、例えばその、千尋がですね、最後の方ですね、ゼニーバに会いに行くと。ゼニーバに会って謝っていくって言って、会いに行ったことを知ったらですね、すごい怒るんですね。何って言って、千尋の両親をなんかもうあの豚をもう食べてしまえっていうふうに怒るんですけども、基本的に愛情が深すぎるからですね、一回気に入った人が自分の元を離れたらですね、すごい許せなくなるんですね。と同時に、白がですね、怪我したらもうそいつは役に立たないよ、捨てておしまいっていうのは、好きな理由はあるんだけども、それは役に立つからとか自分にいいことをしたからすごい気に入るわけですね。でもその人が役に立たなくなってしまったり、自分の元を去ってしまったら、極端に憎んだり、極端にいらないというふうになってしまうんですよ。湯婆婆ってそういうすごいね、人間味が強すぎる人なんですよね。顔がね、悪いんですけどもですね、憎めないというですね。だから油屋で働いてるですね、カエルとか女の人っていうのは、もともと何だったのかと。もともとカエルとかナメクジで人間になったという設定もあるし、そうじゃなくて、全員人間で、湯婆婆の、ところで働けなくなったらカエルになっちゃうとかナメクジになっちゃうと、そういう設定もあって、矛盾した設定が、こう、あるんですよね。で、宮崎さんもそれ聞かれるたびに、ちょっとアニメーターに聞かれるたびに違うことを言うんでですね、実はこの設定って公式には統一されてないんですよ。で、一つ言えるのは何かっていうと、カエルとかナメクジっていうのを昔日本ではですね、一つの呼び名でくくったんですよ。分類学上ですね。日本古来の博物学でですね、本草学というのがあります。本当の本にですね、草。で、学問の学で本草学というんですけども、本草学ではですね、人間と獣で鳥、魚、こういうふうに分けるんですけども、人間、獣、鳥、魚以外のですね、すべての生き物をですね、虫っていうふうに言うんですね。蛇も虫なんですよ。実は蛇。だからマムシって、蛇でマムシっていうのがいるのは、なんでかというと、蛇も虫に分類されるからですね。トカゲでもクモでもですね、昆虫以外、小さい動物っていうのは全て虫というジャンルになっています。つまり、湯婆婆っていうのはですね、何かっていうと、虫をめでる人、虫をめでる姫様なんですね。つまりこれ、ナウシカなんですよ、湯婆婆っていうのは。で、ナウシカでありながらですね、その仲間たちを対等に扱い、契約を重んじるわけですね。実は、その湯婆婆っていうのは、烏帽子様なんですよ。もののけ姫の烏帽子様が暴君化しちゃった存在なんですね。もともとはナウシカっぽかった人が、周りとなんか戦ううちにですね、自分たちでルールを決めてそれを守らなければいけないと。で、全員に公平にやってるうちは良かったんですよ。若い頃は良かったんだけども、だんだん年を取って、その自分の中で、若い頃は抑えていた、情熱みたいなものが暴走しちゃって暴君になってしまった、そういう暴君になってしまった烏帽子御前っていうのが、実は湯婆婆なんですね。だから湯婆婆っていうのは多分、もっと前の、もう少し若い頃っていうのは、もうちょっと判断もしっかりしてるし、人情家でもあったと思うんですけども、なんか自分が好きになっちゃった人とか、自分が好きになってしまった財宝っていうのにとらわれて、以前の人間味っていうのを失われていって、嫌われたりですね、恐れられてるっていうのはですね、逆に面倒見が良くてですね、約束は守ると。でも、その代わり、周りの人をですね、つい好きになったり頼ったりしてしまって、信じられなくなってですね、で、一人になるのを怖がると、どんどん暴君化していくですね。これが宮崎駿のですね、ヒロインの進化論だというふうに思います。